見え方。なんかこっちの目の方がやっぱり潰れて見えるんだよね。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ウェルネスオーバー50リカです。はい、今日はね、メイクアップ動画になります。前回のね、メイクアップ動画、アイシャドウをやめたら若く見えるご好評いただきましてありがとうございます。今ね、ミュートメイクっていうみたいですね。色を抑え気味にするメイクっていうのが流行っているっぽい。そう、言い換えたらミュートメイクだったんですけれども、今日はね、そのミュートメイクで、皆さん50代過ぎたらちょっとね、目がくぼんできた。前はね、腫れぼったくて目がなんかいつもむくんじゃっててみたいな、そういう悩みが多かったと思うんですけれども、年齢を重ねると逆に目がくぼんでくるね、こういう悩みがある方も多いと思います。私もね、結構くぼみがち、もうここがねがっつりくぼんじゃって、このねアイホールのところ、前あったここの脂肪がどんどん落ちてきて、でなんかねここにたまるらしいんですよ。怖いですね。はい、ということで、くぼみ目さんに朗報、くぼみ目代表私がやっているアイメイク、今日はお届けしたいと思います。アメリカで私がねやるお客様で多いんですね。皆さん結構くぼんでいる。あとね、ちょっと年齢が高い人も多いので、そうするとやっぱりここね、二重がここがかぶってきてる。私なんかも上のねまぶたがかぶってきてはっきりしない。なのでアイラインをねまっすぐ引くと、どうしてもこの二重のかぶりにね重なっちゃってアイラインがまっすぐ引けないとかね、そういう問題が出てくると思います。私もそれでだいぶ悩んでおります。それでね、目元がはっきりしなくなってくるんですよね。この二重がかぶってきちゃうのでね。なので締め色をすると目がね逆にちっちゃく見えたり潰れて見えたり、縁がはっきりしない。悲しいことにそれを解消するのに、あえてこの二重の幅、締め色を使っていたこの部分をあえて明るくして、アイホールのこの外側に色をのせるっていうね、逆パターン、逆パターンのメイクをすることが多いです。でもね、なんかね理にかなってるんだよね。その方が目に広がりが出て、ここだけでちょぼってこうしじみ目みたいになりづらい。ここがパッと明るくなって、この辺のくすみを肌なじみのいい血色のいい系のね薄めの色でちょっと上に向かって色をのっけてあげる。昔はこのアイシャドウはアイホールの中で収めましょうみたいな、私もねメイクページとかやってる時はもうそういう教えだったんですけれども、今はね逆、アイシャドウはこのアイホールの外側みたいなねはい、ということでもう5分も経ってしまった。はい、やっていきたいと思います。この間ねこっち側この辺虫に刺されてねすごく腫れたんですけれども、今日はねなんかねこっちにね物もらいっぽいのがプツってできてるので、こっち側はあんまり見せないで、こっち側メインでね見せていきたいと思います。はい、言ってても分かりづらいのでやっていきましょう。で使うのはだいたいこういう系のもうほんと肌なじみのいい色、ブルベさん的に言ったらこういうくすみピンクみたいなね、こういう系を使っていく。このピンクとかもいいかもしれないけど、これはね結構濃く出ちゃうかなっていう感じがします。なので今日はこれ系を使っていきたいと思います。で目元がくすんでいる方も多い。私たち世代とってもくすみがちなので、目元のくすみをねまず解消してからメイクを進めていきたいと思います。もうファンデーションは一旦全部塗っちゃってるんですけれども、目元ねちょっと白みのあるアイシャドウベースとかがある方はそれを塗ってください。若い人だとコンシーラーでまずここのね色味を消しちゃってっていうこともできるんですけど、私たち世代がそれやっちゃうともうねちりめんの宝庫になってしまうので、目の上はなるべくあんまりファンデーションとかねもう塗りたくない。だからメイクアップベース最初に仕込んで
ちょっとここのね明るさをトーンアップしてから塗っていきたいと思います。で今日私はアバウトトーンさんのチークカラーなんだけどカバーもできるよみたいなやつをちょっとね視聴者さんに教えていただいたので、それで目元をカバーをしてから塗っていきたいと思います。ほい、ちょっとだけね、指で塗ってもいいけどちょっとこういうので軽くトン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 と。これね本当はカバーできる方のやつじゃないの、グローの方なんだけど、それでもね結構色味ねカバーできるので、これをね使っていきたいと思います。カバーできる方 C タイプ今注文してるんですけど、今回の撮影にね間に合わなかった。でも相変わらず3番っていうのが欠品ですね。はい、こんな感じでちょっと目元に明るみね出ました。それではこれをベースに塗っていきたいと思います。私ここねくぼんでますね、ここね。この辺を中心にこの色をふわっとのっけていきたいと思います。もう必ずこういうところで一回落としてからトン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 、もうほんとその外側ね、外側をポントントントン、もうトントンって言って一回のせたらちょっとこうやってねワイプ塗りっていうんですか、そうワイプ塗りしていきましょう。眉毛の下までいっちゃって大丈夫です。そうで外側にちょっとこうやって広げていく。外側ね、今この辺こう塗ってきましたよね。そしたら目のここにポン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 と同じ色でふわふわふわっと外に広げていきます。で今塗った部分はもうこの辺ね、この辺に薄いピンクを入れました。ね、はい、こんな感じで下にも同じ色を塗っていきます。下はねそこまで重要っていうか、塗らなくてもいいですけど、こうちょっとしたね血色入れてあげる方が目元がねちょっと生き生きするんですよね。この辺ね、もうこの辺にもうちょっと入れてもいい気が書いて、ほら。でもうねこの影っていうか彫り、そうくぼみで影に見えるので、締め色を塗らなくても全然いいんですよね。むしろもう影がその陰影をねつけてくれるので。で目元のねこの二重のこのくぼんでるここの部分にもうほんとこの白っぽいこれとかこれだと馴染みすぎちゃうかも。これとか本当に真っ白みたいなね色を入れていきたいと思います。こう真っ白入れてみる。さっきのピンクっていうかこの色、なるべくあんまりパール感のあるものとかラメ感のあるものじゃなくてマットがいいと思います。ここの二重の部分に塗る明るい色はむしろ後でここにねキラキラをのっけるのでキラキラしてても大丈夫です。はい、じゃあこれをね塗っていきたいと思います。もうこれは本当なるべく色が出た方がいいのでトントンってどっかでね色を落とさなくても大丈夫。もう直塗りでいきますよ。こうやってね。そうこんなに白くなっちゃっていいのっていうぐらい白くしちゃっても大丈夫。結構さ塗る時にわかる？シワっていうかほら緩んでるじゃん、まぶたがね。だから
優しく撫でるようにしないとこうシワシワって逆にシワ感がね出てきちゃうんだよね。はい、こんな感じいいんじゃないかな。でこうね、この辺の色味がちょっと馴染んでないよって言ったら、もう一回ねさっき塗ったピンクのやつでワイプ塗りもう一回ね重ねてあげてください。ほら、そうするとこんな感じ。目大きく見えない？こっちよりパッとしたよね。はい、こんな感じです。はい、でアイラインもインラインをメインにして目尻のみを横にスッとね、ここがほら二重がこう落ちてくるのよ。結構この二重の横に引っ張ってくるラインになんかここがほらたるんできちゃってんのね。昔はこうだったよ。でも今ほらこうなってどんどんこうなってくるから、そうするとアイラインが長く引けない。どうやって引くか、アイラインの引き方っていう動画をね出したことがありました。その動画の中で私はスタンプ方法がやりやすいよって言って、こういうなぎなたっていうか、まあちょっとね細くて平べったいこういうのでこうスタンプしてあげるといいよって言ったんですけど、今日はじゃあスタンプ方法でやろうかな。ちょっとねこういうセッティングスプレーみたいなのを用意していただきまして、シュパッとしてちょっと湿らせます。あんまりダブダブすぎたらちょっとどっかねティッシュとかで取ってください。今日は、ピンク系でいきたいのでこのね赤みのあるブラウンみたいなこの色にこう先っちょちょんちょんってねちょんちょんってつけて、でまたこういうところでほらこれとポンってつくとスタンプみたいになるんですね。そういう風にしてスタンプを押していきたいと思います。開いたままがいいね。シュンシュンって、ほらもうそしたらスタンプ押せましたね。これ目つぶってやっちゃうとこの角度とかが分かんないから、目を開けたまま自分が伸ばしたい方向にこうやってね、で終わったら目を閉じて目尻ねこういう感じでアイラインを引いてあげると、二重がねかぶっちゃってる人にはね描きやすいかなと思います。はい、こんな感じです。目尻だけだとやっぱこの辺のねまつげも隙間が空いてきたので、やっぱりねこの隙間をねやっぱ埋めてあげると目元がね引き立つと思います。ここは中インサイドだけ好きね。このビボさんでいこうかな。ビボのこの一番明るいアイラインね、これで中側を塗っていきます。ほらどうかな。ナチュラルにアイラインも引けました。セッティングスプレーを使ってアイシャドウでアイラインを描いてるのでロングラスティングはすると思います。ただもうちょっとねアイラインを締めたいっていう場合は薄めの、これにちょっとグレーシュだけど薄めの色でこのね中側だけ、あと下側だけこうやってね入れてあげると、私は結構長くアイラインを伸ばすのが好きなのでこれぐらい伸ばしちゃうんですけど、あんまりっていうか目をつぶりながらアイライン引いちゃうとこの角度とか長さなんか分かんない。そうで目開けたらかぶっちゃうってことも多いので、こんな感じでできました。はい、でこの白い部分にちょっとしたねキラキラをのっけてあげるともっとナチュラルに見えると思う。なんか自然のねツヤみたいな感じでこのキラキラをね指で取ってトントン、そうこのね白いとこにだけこうやってねやってあげます。
ほらなんかさっきの真っ白白よりもちょっと馴染んで見えるよね。不思議。ではマスカラを塗りたいと思います。マスカラは同じような感じのロムアンドさんのこの、ね、ダスティーピンクみたいなのを塗っていきたいと思います。そういろいろねアイシャドウだけじゃないもので色味をねつけてあげると、それだけでねそんな濃い色を塗らなくてもカラーニュアンスが出るんですよね。それだけでね本当に色味ニュアンスがつくので、私はそういう風にして目元にね変化をつけています。で本当にね最近よく思うんですけど、あんまりバチバチにねまつげを上げすぎちゃうと本当になんかまつげだけが勢いがいいっていう感じになっちゃって、ちょっとね気持ちなんか自分の顔にそぐわないなって風に思ってしまうので、ほどほどに最近はねしております。どうでしょうか。こんな感じです。ちょっとねハイライトとか入れてみたいと思います。ハイライトはこれにしよう。このねここにちょっとだけ光を入れてあげると、なんかほら目が生きるっていうかさ、ここに入れてあげてもいいよ、同じ色をね。でもさっきのキラキラぐらいでいいんだけど、このぐらいです。さっきさっていうかピンクの色味を結構眉毛の下までね広げました。この辺までね広げていきました。そう眉毛がぼやけた気がすると思う方、私もねちょっと思います。眉毛の下にはっきりとねハイライトを入れるっていうのがなんかいまいちちょっと時代にそぐわないというか、あんまりそういうのだとここがねすごく距離があるような感じに思えてしまうので、こういう細い感じのこの筆にコンシーラーみたいなねちょっとファンデーションを取って、この眉毛の下をちょっとだけスッとこう一筋こう入れてあげる。ちょっとこうね、そうするとなんか眉毛もはっきりしたと思わない？この眉毛の下をねちょっとくっきりこうやってしてあげると、ほらちょっとはっきりした気がします。うまく言語化できないね。そうはい、こんな感じです。どうでしょうか。こっちの目の方がさやっぱりこっちよりも大きく見えるよね。かといってそこまですごいアイシャドウをいっぱい派手に塗ってますっていう感じでもなくて、ちょっとお出かけします、人に会いますっていう時はこれぐらいのメイクアップを最近しています。じゃあこっちも仕上げてみようかな。こっちを通常のメイクってなんだ、普通の一般的に薄い色をアイホールにで締め色を二重の幅にみたいな感じのメイクをしました。別にねわざとなんか変な風にしたりとかはしてません。至ってね普通。使ったのはこのね同じパレット、これとこれで締め色をこれでしました。でキラキラをこれでね、だから同じものを使っています。ただ締め色を使うか明るい色を使うかっていうね、そういう違いです。でマスカラも同じ、アイラインも同じでやりました。どう？悪くないじゃん。ちょっとごめんね、物もらいがあるけれども、はい、見え方なんかこっちの目の方がやっぱり潰れて見えるんだよね。そう二重がやっぱり潰れてるし目の広がりがないっていうか、こっちの方がほらすっきりして見えないと私は最近そうやって思ってこちら側のねメイクをしています。こっちの方がなんか目がほら大きく広がってなんか生き生きと白目に光が入ってるようなそんな感じしませんか？そう同じ色を使っても塗る場所をこうちょっと変える。こっちの方がほらなんかほら潰れて見えるんだよね。こっちほらワイドに色がこう広がって見えない？どうでしょう。はい、信じるか信じないかはあなた次第。はい、
もうね発想の転換っていうか、年齢によってやっぱりちょっとねこうやり方の転換をしていった方が、自分のねお顔をこう綺麗に見せることができるんじゃないかなと思います。絶対だってほらこっち別にわざと変な風にしてるわけじゃないからさ、普通じゃん。そうこっちの方が絶対いい。全然難しいことはないので、休みの日にトライしてみようかしらぐらいな感じでねやってみると、もしかしたらあれなんか顔が生き生きしてるとかね、目が大きく見えてるとかね、そういう発見になるかもしれないので、ぜひぜひねチャレンジしてみてください。ということで今日はこんな感じでミュートメイクなんですけど、くぼみめさんにはぴったりだよっていうメイク法をねご紹介しました。今日の動画が役に立ったと思っていただけた方はぜひ高評価とチャンネル登録、あとはハイプボタンもねぜひぜひ押してください。コメントもお待ちしております。ということでまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。